pontoon, shawty. It's okay, it's okay. At the lake, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon, shawty. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Pass me a cold one, only getting older. うわ、ポテトうまい。チキンタツタ。It feels right. Drop the anchor down, we'll be here for a while. Got me thinking about all the good times coming our way. Oh yeah. Ooh, put it on me. My love pumpkin shorty. It's okay, it's okay. At the lake, it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shorty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. やばい、先週もマック食べてた。Okay, you can slide. You can slide anywhere that you like. It's a drive to take you on a ride. Make a wave, don't take you tonight. Stand up, baby, I can stand up. It feels right. Drop the anchor down, we'll be here for a while. Got me thinking. 午後1。
はよう。おはようっていうか、もうお昼の1時なんですけど、はい。今日は土曜日で、これからちょっと出かけてきます。で、今日は、ザラのジャケットに、ストゥーシーの T シャツ、いったたまです。はい。で、デニムがオーラリーのもの。はい。で、じゃあ、行ってきます。こんばんは、しょうです。今日は4月29日火曜日22時くらいです。今日はね、火曜日なんだけど、昭和の日かな。で、祝日なので、仕事は休みでした。で、また明日から3日間仕事行って、で、今週の週末からはゴールデンウィークですね。なので、土日、月、火だっけ？今年は4連休なんだよね。うまく有給とか使えば、もっと休みが長い方もいらっしゃるかもしれないんですが、私は4連休ですね。はい。もう4月も終わって、5月になって、早いね。マジで早い。やばくない？で、そんな感じで、また今日も少し一緒に話して終わりにしようかなって思って動画回してます。前々回が、ミニポッドキャストみたいな感じで、いろいろと話をして、で、前回の2回目で、ちょっとルックブックっていうのを作って、で、今日が3回目。また、この前ですね、インスタのメッセージとかで、ストーリーか。ストーリーで、なんか話してほしいテーマありますかって、ちょっと募集をしたときに、いただいたメッセージの中から、結構多かったものを中心に話そうかなって思います。じゃあ、まず一つ目。ジム、ワークアウトについての、テーマとか質問とかは結構前から、多くもらっていて、今行ってるジムの頻度だったり、あと、どういうことをやってるかとか、あと継続のコツとか、なんでそんなに続けられるんですかとか、そういうのを結構よくもらってました。なので、まず今日はジムについて、運動だね、話そうかなって思うんだけど、まずジムの頻度で言うと、今っていうか、もう基本的には週に1回から多くて3回くらいの頻度です。で、ジムは自分の中で一つだけルールがあって、週に1回は行くっていう、ルールを設けていて、だから、どんなに短くても、週に1回行ければ合格。で、頻度はそんな感じで、で、私がジムに行くようになってから、もう3年くらい経つのかな。3年くらい経つんだけど、これまで大体は週1回は来れてるんじゃないかなって思う。その中で一時的になかなか週に行けなかったりする週とか、そういうのが続いた時期も
もちろんあったりはしたんだけど、全体通せば、大半は週1を守れてたんじゃないかなって思うな。で、最低週1。で、なるべく週2回行くようにしてるから、で、どういうことやってるかっていうと、内容はほとんど、日々の Vlog の中に載せてるようなものをやってます。で、やる場所、その体のところで言うと、その週2回のうち、まず1回目は、メインを背中にする日。で、2回目は胸と肩の日。っていう風に大きく部位で分けてて、で、それぞれ背中の日、胸肩をやる日の中で、その中で、その日、時間があったり、なんかやる気があるときは、追加で腹筋やったり、あと足やったりするような感じがだいたい、そこだけはだいたいやることを決めてて、で、その中でどのマシンを使うとか、何やるかとかは、正直あんまガチガチには全然決めてなくて、もうその行った時に空いてるマシンからやってくとか、なんか自分の中でやりやすいもの、マシンとかをやったりっていう感じ。その運動の継続のコツか。難しいね。続けるのがやっぱりね、一番大切なんだけど難しいことだもんね。で、なかなか皆さんそれぞれの、時間の使い方っていうのがあるから、私のこの使い方が当てはまらない方もたくさんいらっしゃると思うので、ほんと続けるっていうのは難しいんだけど、運動について言えば、私はあんまり継続が得意なタイプではないんですけど、ジムとか運動はもうほんと好きでやれてる。楽しいからやれてるっていうのがあるから、もう今は全然苦じゃないんですよね。最大の山場は、ジム基本私は朝行ってるんだけど、もうご存知の通りですね。基本朝起きて仕事の前とか休みの日の一番最初やることにジムを持ってくるんですけど、だから、朝起きれるか、少し早く起きれるか、運動する分、やっぱり早く多少無理をして起きてるから、そこでまず早く起きれるかっていうところと、あと、起きれたとしても、そこから着替えてジムに行くっていう、あの時間が自分の中では最大の山場で、起きれても、やっぱ今日やめようかなとか、もう一回寝ようかなとか、ジム行かないで、ちょっと他のことやろうかなみたいな、思う時はもちろん全然あります。その動画の中では、なんかすごいスムーズにジム着に着替えたり、飲み物用意して、颯爽と行っているかもしれないんだけど、もちろんそういう日もあるけど、めんどくせえな、行きたくないなとか、ぐだぐだ言いながら行ってる時ももちろんある。その上で、でもそこさえ乗り切れば、ジムに行って、今日来なければよかったなって後悔したことは、もうほとんど私はなくて、むしろ行った後は本当に行ってよかったって思うんだよね。もうそれは完全に自己満なんだけど、達成感だったり、その体を動かすことによる、スッキリもするし、気分もいいし。だからそういう、自己肯定感が上がるのが気持ちいいし、で、運動をやって体に悪いことはないと思うから、それで心も体も健康になれるんだったら、もう私の中ではいいことしかないんですよ。運動は。強いて言えば、だいぶこの3年間で、この体っていうのは結構変わったので、
今まで着てた服が着れなくなったとかは結構ある。まあ、そのくらいかな。そう。だからその運動については歯食いしばって継続してるっていう感じではないんだけど、じゃあなんでそうなれたかっていうと、コツっていうか、続けてきたから継続できたっていうところなんだけど、やっぱりその中で楽しみを見つける。もし運動があまり好きじゃなくて、でも運動やらなきゃなとか、少し体動かさないとなとか、それは健康的な理由もあるだろうし、心の背景とかそういう事情があってちょっと運動しようと考えてる方もいらっしゃると思うので、なのでその中で、どうせやるならやっぱり楽しみたいじゃん。で、そういう楽しさってやれば降ってくるものじゃ、ないと思うから、自分でやりがいとか楽しさっていうのは見つけていかなきゃいけないと思うから、見つけていく姿勢みたいなところも大事だと思うから、まずはやってみて、で、その中で徐々にも楽しみを見つけていくっていうところかな。例えば、そういう数値的なところ、運動をして体重なり体脂肪率なり、そういうところが下がった、良くなったっていうところをやりがいにつなげてもいいと思うし、あとは最初は10キロとかしか持たなかったものが15キロ持てるようになったとか、20キロ持てるようになったとか、これまで10回しかできなかったんだけど12回、13回ってできるようになったとか、そういう自分の中の小さな成長みたいなのを楽しみに変えるっていうのもありだと思うし、そうだね。やっぱ楽しくないと続けるのって難しいから、自分の中で達成感とかやりがいみたいなのを見つけるためにまずは続けるっていうところだよね。あとはいきなり運動を少しやったからって言って体脂肪率が目に見えてそんな急に下がるみたいな、良くなるって、やりようによってはあると思うけど、それは健康的ではないと思うから、あまり現実的ではないし、少し筋トレをやったからといってムッキムキになるわけでもないし、だからあんまり目標は高く持ちすぎず、理想を高く持ちすぎず、小さい目標みたいなのをゆるーく持って、続けていくっていうところかな。あと私が運動する大きな理由に、心の健康っていうか、その身体的、その見た目のこととかじゃなくて、こっちの方が私は運動する理由になっていて、そう、体を動かすと、気分もスッキリするし、メンタルも良くなると思うんだよね。心と体って本当に繋がってると思うから、なんか気持ち悪いこと言ってるかもしれないけど、そういう意味でも運動っていうのは本当にメンタルにはいい影響をもたらしてくれると思うから、それは私も感じてて、だから運動を続けてる、やりたいって思うところもあるかな。よくさ、なんかネットニュースかな、なんかバラエティとかネットニュースとか、ツイッターとか、なんかそういうところで悩んだら筋トレしろとか、そういうワードって結構出てると思うんだけど、あながちそれって本当に間違ってないと思ってて、筋トレが全てを解決してくれるみたいなのはね、ほんと一理あると思う。なのでなかなかジムに通ったり運動を継続するのが難しい方は一緒に頑張ろう。私も頑張るから。やっぱ一人で頑張るのって結構しんどいから、もしよかったら私と一緒に頑張りすぎず頑張ろう。ね。応援してます。じゃあ次。転職で地方から上京するか悩んでます。東京の良さについて教えてください。東京の良さ。東京の良さってあるかな
あるか、そりゃ。私は地方出身で、茨城県っていう、関東圏の地方出身で、職場は都内なので、東京で普段は仕事をしてるんですけど、私は転職をするときに場所は考えてなかったので、なかなか、私が初めて転職をしたとき、もともと公務員をやってたんですけど、そこから転職をするタイミングで地元を出たんですけど、その時、東京の良さか。いろいろともちろんあるんだけど、やっぱりいろいろと詰まってるんじゃないですかね。詰まってるってなんだよって感じだよね。流行だったり、ご飯とか、遊んだりする場所とか、イベントとか、そういう楽しいことは都市なので集中してくると思うから、そういう楽しさ、エンターテインメント的な楽しさってのは一ついいところなんじゃないかなって思うかな。あとは人が多いから、それだけいろんな背景を持った人たちと出会える機会っていうのは増えるんじゃないかな。どうしても地方にいると、やっぱりその地方にいる人ってずっと地方にいる人が多いと思うんですよね。なので、その関わる人、環境っていうのもある程度限定されると思うから、もちろんそれはすごく素敵なことなんだけど、どっちがいいとか悪いとかではなくて。で、東京だと全国いろんなところから来てる人が多いと思うし、もちろん世界中から海外から来る方も多いと思うから、それだけ地方にいた時には知り合えなかった経験とか背景を持った人と関われる機会みたいなのは圧倒的に増えると思うから、そういう人間関係っていうところも一ついいところかな。そのくらいなんじゃない？あんまり東京だからいいとかは私はそんなにないんだよな。田舎が好きなので東京に行きたくて東京に来ているわけではないから、またそういう流行とか流行っているものが好きな方はやっぱり面白いんじゃないかな。あんまり自分はそういうの疎いからそんなあれなんだけど、やっぱりテレビとかでお店の紹介とかも都内が多かったりすると思うから、そういうところに行くのが好きな方はやっぱり面白いんじゃないかな。すぐに行けるしね、東京にいれば。でもこの方のご質問からすると転職なんだよね。東京に行きたくて転職をするか迷ってるのか、そのやりたいことがあって、そこがたまたま東京で、東京ってどうなのっていう感じなのか。そうだね。そんな感じかな。同じ地方ご出身の方なので、頑張ってほしいですね。はい。私も頑張ります。じゃあ次。YouTube のコメントをする方はアイコンで覚えてますか？コメントをするのに勇気がいります。なるほど。いや、これはすごくよくわかる。自分も、普段よく見てる YouTube のチャンネルって結構あるんですけど、そこにコメントするのって、すごく勇気がいるってめちゃめちゃわかります。そのコメントって、自分が送ったやつは、他の方からも基本見られるから、見られるからどうなんだっていう感じなんだけど、やっぱ勇気いるよね。めっちゃよくわかる。で、この方のご質問にお答えすると、アイコンで覚えたりしますか？そうですね。でも一つアイコンは、記憶に残ります。で、YouTube のアカウントって、ほとんどの方は設定してない人が多いと思うんですよ。デフォルトのままになっててる方が多いので、より一層、例えばアイコンに画像が貼られてある方とか、ご自身の
お写真とかを設定されてる方は、より覚えてます。で、私は、結構皆さんのコメントはかなり目を通していて、最近は、とってもありがたいことに、すごくコメントをいただくようになってですね、すべてに返すことがちょっとできなくなってしまっているんですけど、それこそ少し前とかは、もうほぼ 100% に近い返信率だったの。全部返してたと思う。でそれは、何も礼儀っていうか、なんかそういうために返してたわけでは全然なくて、自分が返したくて返してるんだよね。もちろん今も。やっぱり実際に自分がその投稿する側になって、で、YouTube の編集ってすごく大変なんだよね。なんかその大変さアピールをしたいわけじゃ全然ないんだけど、その作るコンテンツにもよると思うんだけど、私は割と時間をかけて自分の中では作ってるから、やっぱりそれが、自分が、一生懸命作ったものを、見てくれて、で、見てもらうだけでも、結構なその方の時間を使っていただいている。私は相手の時間を奪っているっていうちょっと認識を持ってるんですけど、それだけでも嬉しいのに、それこそ高評価を押してくれたりだとか、あと、その上でコメントを書いてくださる。全部をトータルですると結構な時間になると思っています。だからこそ、よりそのコメントをもらうことの嬉しさとかありがたみみたいなのは私は強く感じていて、で、動画を始めた頃とかはコメントなんてずっとゼロだったからもらうなんてありえなかったんだよね。最初の頃ってやっぱり。だからもらえることの嬉しさってのは、すごくあるから、私もコメントは基本返してるんですけど、なので、よくコメントをくださる方はもちろん覚えてます。で、YouTube のコメントって、その方のアカウントをクリックっていうか、ちょっと押すと、最近どういうコメントをしてくれてたか、みたいな、なんかちょっとその履歴が見れるんですよね。知ってる方いるかな？で、たまにそれで、この時にもコメントしてくれた方かって、見返すこともあるし、そうやって、なんか、関係性ができてるみたいなのは、勝手に自分は嬉しくなってて、返してます。だから、勇気はいると思うんだけど、コメント、全然、気負わずで大丈夫なので、いただけたら嬉しいです。で、もし、コメントがしにくい内容とかを送りたい時っていうのもあるんじゃないかなと思うので、もし、そういう時は、インスタとかされてたら、DM とか送ってもらえれば、確認させていただきますので、全然それでも大丈夫です。はい。ただ DM の方はですね、あんまり全てを返してはいなくて、本当に一部にはなってしまいます。なので、できればその動画に対する反応はコメントにもらえるとすごく嬉しいな。YouTube のその動画のコメントにもらえると嬉しいかな。あとね、そのコメントをしてくれる嬉しさっていうところで言うと、これは皆さんには全く関係がなくて、発信する側のあれなんですけど、YouTube って全てが、これ確か前々回かなの Vlog で少し書いたかもしれないんだけど、その YouTube の動画ってもう全てが数字で評価されるんだよね。作り手側が、自分が作った動画が、何回再生されてて、で、直近の動画と比べて、今再生回数は何番目ですみたいな。なんかそういうのが全部数字で見れてしまうアプリがあるんだけど、で、
その YouTube の動画って、こう、動画を出して、初動のその成績何時間なのかなはね、あまり詳しくは私は把握してないんだけど、投稿して1時間とか、短い時間、投稿してからの動画の成績によって、その動画がいろんな人に拡散されるようになったりだとか、インプレッションって言って、いろんな方の YouTube のホーム画面に自分の動画が表示されるようになったりだとか、なんかそういうのが、その投稿してからの成績、結構視聴回数が多かったり、高評価の数だったり、コメントの数だったり、その見られてる時間、平均で何分くらいこの動画を見てるかとか、ちゃんと最後まで見てもらった方がその動画としての成績は良くなったりするんだけど、なんかそういう成績によって、この動画がいい悪いっていうのを、その YouTube さんは判断をして、で、それが、その動画の伸び率みたいなのにつながるっていうのがあるんだけど、そういうところもあって、やっぱりコメントをしてくださったり、高評価を押してくださるっていうのは、すごく一つ自分が作った動画がいいと思ってくださったんだなっていうのが、小さいのではあるんですけど、目に見える形でわかるっていうところも、すごく、コメントとかしてくれると嬉しいなっていうところではありますね。でも勇気がいるっていうのはすごくわかる。私もなかなか、普段見てるチャンネルにコメントはできないので、もしコメント、難しい時は全然しなくて大丈夫です。もう見てくださるだけで、本当に嬉しいなと思ってるので、いつもありがとうございます。っていう感じで、今日は一旦終わりにしたいなと思います。また、こういう感じで、ちょっとみんなと話すっていうか、ゆるーく会話するようなのも作っていこうかなって思うから、もしなんか話してほしいこととかがあれば、ぜひ YouTube のコメントとかに書いていただけると嬉しいです。では、明日からまた仕事なので、早めに寝ないとね。じゃあ寝よう。おやすみ。